こんにちは。BA チャンネルの BA です。先々月は9月、プランターの多肉をそのまんま移植した場所です。あれから2ヶ月経った現在、うまく根付いてくれたようです。さて、今日の動画は、その多肉花壇の奥の棚のこちらの木箱、ブロンズ姫が盛大に暴れまくっているこの木箱の寄せ植えをお世話していこうと思います。いつもなら先を短くカットして刺し直すところですが、今回は少し趣向を変えて、この暴れている茎を生かしてみようかと考えています。カットした後の茎だけになった苗は、ご覧の多肉花壇の隙間へ刺していく予定です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。BA チャンネル。このブロンズ姫丼の木箱は3年以上前に作ったものです。もともと木立ちするタイプの多肉ですが、先の葉も小さく数も少ないです。茎からの新芽も小株もほとんど見られません。暴れ多肉は好きな方ですが、もう少し小株がポコポコできてくれたら嬉しいんですけど、3年も経っているということで、カットして抜いてリセットしたいと思います。苗は長めに切っていきます。その中から茎を長めに使う苗と、さらに短くして使う苗とを寄せ植えをしながら考えていこうと思っています。作業を見ていただきながらなんですけど、ここで前回動画のコメントと返信などご紹介していこうかと思います。前回の動画はお一人様多肉の植え替えでした。植え替えとか葉ざしはまだやってもいいのか、急に寒くなったのでどうしていいかわからないというコメントでした。あんなに暑かったのに秋が短くて急に12月の冷え込みとか言われると迷いますよね。地域にもよると思いますが、うちは夏と違って冬はほとんどの多肉ごとをやっています。注意すべきことは、購入してきたばかりの多肉、刺したばかりの根がない苗、そして寒波が来た期間中の避難場所確保です。長く育てていて環境に慣れた多肉は、本に書かれている体感気温より強いことが多いです。こういうちび苗や葉ざし苗なんかも寒気をもろに受けやすいので要注意です。偶然葉が落ちて発芽したこれらの苗は、他の葉ざし苗と同じ場所に移植して育てていきます。次は寄せ植えとお一人様の土の量についてです。いつも私の動画を見てくださっていて、その違いにコメントくださいました。改めて見直すと、動画内での土がいつもの寄せ植えの時に比べて少なくて、まるでウォータースペースを作った感じに見えます。水はけの良い土を多肉には使うので、一瞬で水は染み込んでしまうと思います。動画内でも言っていますが、私のお手本は初めて購入した多肉専門店さんです。おそらく私が思うには、水やりの時に土がこぼれ落ちないためかなと思っています。移植先の鉢はこちらにしました。ダイソーの 3P で見つけた陶器鉢です。今回植えるのが普及種の代表的多肉、ブロンズ姫なので、いつもの混合土に培養土を追加してみました。結構入っています。1対1くらいは追加した感じです。培養土にはもともと肥料が入っています。さて、ここからです。この曲がりくねった苗をどう生かして植えるか。先だけカットして刺すやり方しかやってこなかったので、うまくできるかどうか少し心配です。
生け花のような感じに似てますね。カットした苗の数に対して鉢が小さいですが、こうやって長めの苗を挿すことで、根元の土にも短い苗を挿すことができるので、ギリギリ全部の苗を挿すことができると思ってるんですけど、さてどうなりますでしょうか。最後まで一緒に見守ってくださると嬉しいです。一旦長い苗はこれくらいにして、短い苗を刺したらどんな感じか見ていきます。なかなかいいんじゃないでしょうか。赤く紅葉していて可愛いですね。新芽が出ている苗があったので、これも刺しておきます。土に刺す方が枯れています。生きている部分まで切ってしまいます。残念ですが、一番下の新芽は諦めることにしました。これが最後の苗です。短くするために切った茎の残りは天地がわからなくなってしまっているので処分することにします。小株がついているこれは花壇へ移植しようと思います。あとこぼれた葉っぱは葉ざしへ。早速出来上がった鉢を元の場所へ。発根した頃を見計らって、もう少し日照時間が長い場所へ移動しようと思っています。木箱から抜いた親株苗を花壇へ挿しているところです。全部がうまく新芽を出してくれるとは思っていませんけど、このうちの半分でも生き残ってくれて、忘れた頃に、あら、こんなところにブロンズ姫が、と寄せ植え用にカットしている自分がいたら幸せだなぁと思います。復活プランターです。真っ赤な虹の玉と少し染まり始めたレティジアが可愛いです。今日は3年以上経過したブロンズ姫丼を暴れた茎を生かしながら植え替える動画でした。
今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。美瑛でした。次の動画までバイバイ。